BL 専門の雑誌が中国に登場します。短美季節ボーイズラブって名前のだからなんか分かんないけどとりあえず来てるとか、だからいろんな切り口、いろんな形があっていいと思うんですね。はい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 。本日はですね、皆さんと一緒にですね、中華 BL について、シアパニックさんと一緒に話していきたいなと、お話ししていきたいなと思います。シアさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そうですね、まずはそうだな、シアさんについて自己紹介してもらえますでしょうか。VTuber として、2019年12月に滑り込みで始めたんだったかな。それでまあいろいろと自分の好きなことを好き勝手にやってるんですけど、最近 BL 系の、セカンドチャンネルを立ち上げまして、ほんとね、ジャンルには長いこといるんで、はい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 。の過去作品を掘り出したりまあ読書感想をやったりとか、あと、もし可能なら BL 系の他の方とコラボが、まあ、今回みたいにねできたらいいなと。いやいや、まあミミムさんが BL 系だと言ってるわけではなくて、いやじゃあ最近中華 BL にこう触れてきたって感じなんですか。触れたというか、もう本当にちょろっとだけなんですよね。具体的に言うと今出てるこの魔導阻止だけっていう、レベルなんで、はい、興味があってこれから勉強しようと思ってるんだけど、どこから手をつけていいかわからないっていう状態です。まあ、今回はじゃあ、まあ、中国の BL のね、歴史とかどんなものがあるのかとかをですね、まあ、雑談形式に一個一個テーマつけてご一緒させてもらえればと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はもう生徒のつもりで。はい。BL の歴史というか、今でいういわゆる短美系 BL っていうか、そのかっこいい男の子同士がこう絡む関係の作品っていうのは結構新しくて、なるほど。だいたい1995年に清華大学っていうのが北京にあるんですけど、清華大学のとある実験室にあったパソコンを使って水墨清華 BBS っていう掲示板ができたんですね。BBS っていう文化わかります？はい、わかります。わかりますよね。BBS とはネット上で運用されるシステムの一つで、閲覧者が文字などを書き込んだり他の閲覧者の投稿を読むことができるシステムで、現代ではウェブサイト上で投稿を運用されることが多いと。で、まあいわゆる何ですかね、今でいうことを例えると何に当たるんだろう。2ちゃんとかなんですかね。今そうですかね。今だともう5ちゃんになってる。5ちゃんになってる確かにとか。1980年代からパソコン通信の主な機能として一部の人々で利用されていたという、まあ本当に古に近いですよね。古のそう古ですよね。昔手動掲示板とかやってましたよ、私ね。でそこでコミックっていうタブがあって、まさに今のああいう動画投稿サイトのタブみたいなやつで、そこに新世紀エヴァンゲリオンの同人小説が投稿されたのが一番最初って言われてるんですよね。本当になんかもうつい最近の話、まあつい最近でもないか、もう約30年前か。なるほどなるほど。なんかやっぱりその BBS とかでもシーヤさんなんかこう BBS だって掲示板とかで同人作品とか見られたことあります？ありましたね。それこそいにしえの2チャンネルに昔、ピンチャンネルだったかな、ちょっと名前までは覚えてないんですけど、そういう18禁系のところがあって、そこのヤオイータっていうのかな、BL 系のところがあったんですよ。でそこでまあ軍事板の人たちと絡んだりとかいろいろと書いたり書かれたり。絡むってどういうこと？軍事板の人たちがね、不女子たちを殲滅するとか言って攻撃することがあったんですよ。なんでそんな戦争してんの？そこマジで。いやまあ軍事板も結構ノリのいい人たちが多かったし、私たちも私たちで男の子だねよっしゃみたいな感じでいろいろとねネタにして遊んでたりとかあったんで、生もの作りすぎたんですね。なるほど。そうですね。あとはそこでやっぱりいろんなスレッドがあって、まあお題を投げて誰かが書いたりとか、でまあジャンルごとのスレッドがあって、そこで創作したりとか、そういうのはありましたね、確かに。なるほどね。だからそこは結構あったんじゃないかな。
ね、これ一番最初に、まあ、いわゆる同人小説としてエヴァンゲリオンの作品、エヴァンゲリオンの同人小説から始まってるって言われてるんですけど、やっぱりここ、やっぱりもう皆さんやっぱりご存知の BL 作品、やっぱり女性の力、女性が作家さんだったり、女性のファンの人たちの力がやっぱり大きくて、で、好きすぎて何が起こったかというと、このいわゆるその清華大学にあった BBS のヘビーユーザーの人が、自分で、同人フォーラムを作って、そこで作品を発表し始めてる。発表してる人たちを集めて、自分たちでフォーラムを作ったっていう感じなんですよね。そうなんですよ。で、タブとしてですね、丹美小島っていう名前のね、タブが作られてて、その時はですね、日本や台湾のですね、作品の翻訳も多かったんですけど、台湾とかの書き手からね、勝手に転載するなよってことで、少しずつやっぱりオリジナル作品に対する傾向が増えてくるんですね。新しいジャンルなんでね、さすがに書き手いきなりポンって出てくるわけじゃなくて、やっぱりそういう海外から来た作品の方がやっぱりみんなのそのベースになるというか、そこから判断して少しずつその中国のオリジナルの作品が増えてくると。1999年になって国内初のですね、いわゆる BL 小説専門サイトルシファークラブっていうのができたんですよ。でそのルシファークラブとさっきBBS のヘビーユーザーだった人が自分で作った三々学園っていうね、2つの、サイトがですね、もう BL2 大巨頭となったわけですよ。なんで僕らがね今見てるこの魔導阻止もですね、そういう流れをある程度組んでる方がやってるわけですよね。はい、じゃあ、そっか、BBS 発祥なんだ。じゃあ、いわゆる日本でいうところの個人サイトみたいなのはなかったわけですね。そうですね、個人サイトを中国で作るのはすごくめんどくさかったのと、なるほどね。あとサーバー初期の場合はサーバーを借りるっていう概念がなかったんですよね。でその後は個人サイトを作る場合は公安への届け出が必要だったのでその関係でちょっと、個人サイトっていうのがあんまり発展しなかった。そうなんですよ。中国では、スラムダンク銀河英雄伝説セントセイヤが、BL 作品として最も選ばれたと言われています。なるほどなるほど。はいはい、あくまでもこれ統計情報ないんでね。だからスラムダンクを見て、男子は外にバスケをしに行ったんだけど、バスケに興味ない女子はもっぱら同人小説を書いていたと言われていると。非常に素晴らしい。わかりやすい。非常に素晴らしい。はい。で、三々学園ってさっきお伝えしたその清華大学から出てきたそのヘビーユーザーがやったそのプラットフォームなんでは、創設者の方がね、なんで中国で BL 流行ったのみたいなことに対するスレッドがあったんですけど、でそちらのスレッドではいわゆる日本で大人気だった BL 少女漫画である絶愛っていう作品が入ってきたのがやっぱり大きかったって言ってます。ちょっと僕ね絶愛ねすっごい軽くしか見てないんであれなんですけど、ちょっとシーヤさんなんかよく知ってると思うんですけど、どんな作品だったんですか？いやよく知ってるっていうか、私も読んだのずいぶん昔の話なんで、まあ作品難しいです。でも、なんだろう、時期としてはすごく典型的な分かりやすい執着ものなのかなというイメージがありますよね。結構こんなこと言ったら怒られるかもしれないけど、当時にありがちな風呂敷広げるだけ広げてすごいことになったっていうその印象私なんかでは強くてごめんなさい。すごい。でも確かに絶大な人気は誇ってたなっていうのは覚えてます。日本でもやっぱり人気あったんですもんね、あれね。そうですね、確かにありましたね。やっぱりね、作品にやっぱり影響されて、自分がゲイだと認識しちゃってそのままゲイになった人って結構多いらしくて、人にかなり影響を与えた作品ですね、あれ中国ではおそらく。なるほどなるほど。そういうのをですね、三々学園の創始者の方が言ってましたと。そうなんですよ。でその後もですね、さまざまなその BL 作品がたくさん、そういうプラットフォームとかで、発表されることによって最終的にはですね、1999年にですね、BL 専門の雑誌が中国に登場します。短美季節ボーイズラブって名前のなんか出版物それこそ難しいようなイメージがありましたけど、そう2000年代とかはあれなんですよね、もちろん出版物って大変難しいんですけど、雑誌作らせてもらえませんかって融通が効いてたんですよね、もうちょっとね。なるほど、そういうのがあるんだ。そうなんですよ。出版番号を借りるっていうんですけど、でそれで、で出版番号を借りて、雑誌の出版番号で
雑誌を、自分たちの好きな雑誌を作るっていうのがですね、2000年前後は結構流行ってまして、なるほどなるほど。そこからですね、当時では非常に多くのアニメ情報雑誌だとか、あるいはゲーム情報雑誌だとか、そして果てにはこういう BL 雑誌が出てきたと。なんで、結構ね、行くところまで結構行ったって感じです。で、これも本当にもう好きな人たちが自分たちでやったってことですよ、本当に。だから本当に大変だったとは思うんですけどね。で、この雑誌が出たことによって、さらにですね、BL 専門のフォーラムがいっぱいできて、で、アニメやゲームだけじゃなくて、なんとですね、ジャーニーズアイドルの同人作品などですね、含めてね、ガンガン増えていくわけですよ。まさに日本と同時期なんじゃないですか、生もの系。そうか。こういうのがやっぱり出てきたってことなんですよね。その後はですね、商業的に設立されたそういうオンライン小説サイトみたいなのがあって、でそういうところにも投稿されるようになって、例えば僕も好きなんですけど、2010年のイギリスのドラマシャーロックとかね。いいですね。シャーロックすごい良かったですね。あれは非常に素晴らしい、作品で、やっぱりその多くのです新しい BL に興味を持つ女性が増えた一つの作品の一つではないかと言われているし、全体的にそういうその社会的なツールの発展とさまざまなコンテンツによって、中国のいわゆる BL 系小説とか BL 系作品っていうのが増えていったっていうのが、全体的な歴史ですよね。正直ですよ、BL っていうやつがあんまり推奨されてはいないわけですよ、中国では。なんかそれは想像がつきます。非常にね、保守的な国なんですよね、中国ってね。伝統を覆すのが革命であるんだけども、そのぶり返しなのが非常に伝統的な思考を持っているのも中国なんですよね。なんでその文化を抑圧っていうよりは、どちらかというと古典的道徳観の冒涜とかそっち系の考え方なんですよね、BL に関しては。その男性と男性、女性と女性とかいうのをあんまりその推奨していない。いわゆるその、正しい男女関係っていうそういう方向に持ってきたがるんですよね、考え方的には。でこのちょうどこれぐらいの時期、2000年ちょっとかな、2010年ぐらいかな、で有名な BL 作家さんが、逮捕されるって禁錮10年の刑に処されるんですけど、これ何が問題かって言われてるかっていうと、まず最初に BL 自体よりもその BL でいわゆるそのセクシャリティな描写が非常に多すぎたっていうのがまず最初にあって、でその次にやっぱりその許可されていない出版物で大量のお金を稼いだっていうのがやっぱり一番最大の罪状になってるんですよね。いわゆるその内部放棄っていうのも存在するんで明確なことは言えないんですけど、あくまでもその現状僕らが見える範囲では問題になったのはあくまでも出版法違反なんですよね。で同じような理由で逮捕されている人も結構多くて、それは BL に限らずさまざまなところであって、でそういうのっていわゆるある意味その出版物を取り扱った闇作家っていうんですか、中国における闇作家ね、同人作家さんに対する一つのいわゆる言い方として存在するってことですね。なんであの10年の禁錮だけをもって中国は BL を抑圧しようとしているではない、そこはちょっと重要なポイントで、 BL 全体がどうかっていうと、やっぱり BL ってその大っぴらにはやっぱり言えないものではあるっていうのは認識としてはあるので、日本でもねそうですけどね、今でさえ市民権得てますけど昔はそうじゃなかったですよね。いや全然ですよ。そんな昔はそれこそね、そもそも女性が性的なことをうんぬんっていうこと自体がありえなかったから、レディコミとか以前の時代ですもんね。そうですよね。だからね、全然それはその点では今私がいるカナダなんかでもね、やっぱり BL っていうものがジャンルとしてまだまだ確立してないから、そういうなんていうのかな、制限っていうかは確かに分かります。そういう意味ではちょっと中国なんかに近いかもしれない、保守的な人が多かったりとか、あとは作品によってはそれこそカナダに入ってこないですからね、そもそも。どんなレベルにでも一応そういうなんか作品に対する検閲っていうのはやっぱり各国であるもんだと思うんですけど。ありますあります。それはそうですよね。なんか日本が例外的にいる。そう日本基準で考えたらね。そうね、日本で全年齢でもこっちに入ってこないってざらにありますよ。ですよね。ジャンプで連載されている某作品とかはあれ絶対入ってこれねえだろみたいな結構多いですからね。そう昔ね、私
少年さんで読んでたんですけど、何号かだけ届かないってことありましたよ。だから普段はまあいいんだけど、ちょっと何かあったんでしょうね、ポロリとか何かそういうものが。でそれでその雑誌のその号だけ届かないっていうのも結構ありましたし、ちょっとこう年若い系のまあそれっぽい描写のあるものなんかは児童ポルノ的な法律であれされてるから、こっちでは絶対読めないっていうのはありますね。なのでそういうのが好きな人は日本で読むしかないと。大なり小なり何かしらのこういうなんていうかな、国民を守るための、あるいは何かしらのその子供を守るための法律みたいなので、いわゆるそういう規制があって、何もね一部の国だけが、まあ、こういう作品に関する検閲をしているわけではない。そうですよね、日本が特別に緩いっていうことはやっぱり強調してもし足りないという気はします。そうですよね。そこはやっぱり重要だと思います。でまあ、そんな関係で中国国内ではですね、専門レーベルは雑誌こそ出ましたけど、結局その後はね、いろいろとやっぱりどんどんいろいろ出版とかの方が面倒くさくなったりとかして、まあ、皆さんね雑誌とかやめられてしまったっていうのも結構多くて、で同人いわゆるその BL 系の雑誌専門のそういう雑誌とかコスプレ雑誌とかも出てたんですけど、そういうのもどんどんなくなっちゃって今ではほとんどない。で現状ではその国内でまあ大っぴらに展開できない内容ではあるんですよね。国内での展開っていうのはあんまりなかった。で今回本当にこう特殊な、正直ね BL系の作品ってやっぱり中国ではビリビリにおいてでもその批判の対象となりうるところで、まあ、いわゆる陳情令、まあ、オンライン魔導阻止っていう作品に関してはやっぱりそのビリビリの中でもその賛否両論な部分が存在するんですよね。あんなBL みたいな作品がなんで中国から日本に行くんだ、これは国の恥だとかっていういわゆるアニメや漫画にリテラシーのある人たちでさえそういうことを言う人がいるんですよ。なるほど、そうなんだ。それがあるんですよね。だから魔導阻止が日本でバズったっていうことに対して、まあ、好意的な目線で見てない人も多少いるということはやっぱり重要なポイントかなと思いましたね。推し作品が言語で読めたなら、もっと違うものが感じられるんじゃないかということで、書いてらっしゃったんですけど、これはどんな感じですかね。例えば昔で言うと洋楽が好きで英語を勉強するとかあると思うんですね。実際それでねその言葉ができるようになった人っていうのはたくさんいるし、私もまあなんならそれでいろいろやってる口ではあるんですけど、でまあちょっと中国語もまたやろうかなって思ってるところですし。いいっすねいいっすねいいっすね。まあこれ私聖書をね言語で読むっていうのがあって、そっちもちょっとやってたりとかしてて、でそういう風になんていうのかな、例えばサークル活動とかで、魔導阻止のこのワンシーンをみんなで言語で運用しようみたいな、そういう活動、特に今それこそねインターネットで中国の人とでもいくらでもつながれるし、そしたら例えば朗読してもらおうとかでなんていうのかな 100% 分かんなくていいと思うんですよ。私大学の時に源氏物語を言語で読むっていうセミナーがあったんですね。言語で読む、いわゆるその昔の言葉で読むってことですか。そうです、原点で。私大学はヨーロッパの方に行ってたんですけど、そこだから、もちろん現地の人もいれば現地に住んでる日本人もいれば日系人もいればっていう感じで 7,8 人いたかな。いろんな人がいたんですけど、それで先生がまず原点をこう読むわけですね、昔のイントネーションで。で私たちはその昔のイントネーションとかわからないから、とりあえず書いてある字面をなぞってたどたどしく読むわけですよ。一応源氏物語の物語は知ってるし、なんなら現代語訳も合わせて読んでるから、ついてはいけるんですけど、でもそれでも 100% は分かんない。現地の人に至っては翻訳でしか読んでないから、いきなり原点の古典って言われても分かんないじゃないですか。分かんないです。でもそれでも毎回来る人はちゃんと来るんですよ。もちろん何回かで録読する人もいるけど、でどういう人かっていうと、例えばその音の響きとかが好きっていう、メロディーとして聞くみたいな人もいる。
もちろん言語的に勉強したいっていう人もいるし、で物語が好きだから分かんないけどとりあえず来てるとか、だからいろんな切り口、いろんな形があっていいと思うんですね。で原点が持っているその力っていうのは意味が分かんなくても面白いっていう側面は絶対にあると思ってて、いいですね。例えば音楽でもそうですよね。さっきの話、洋楽でもそうだし、わけのわかんない国のわけのわかんない言語の音楽でも曲が好き、リズムが好き、なんか音の響きが好き、マイヤヒとかでもそうですけど、そうですね。なんかわかんないけどとりあえず口ずさんで見たくなるみたいな、そういうのが小説にもあっていいと私は思ってる。なるほどね。いやまさに今最近聞くんですけど、やっぱり羅生平戦記の関係で中国語に興味を持ち始めてる人がかなり増えてるって言いますね。なんでそうだから私なんだったら本当朗読会やりたいですもん。私は中国語読めないからあれですけど、で時々私全く関係ない別アカウントで朗読のスペースやったりとかしてるんですけど、その時でも例えば英語でバーッと朗読したりとかフランス語でバーッと朗読したりとかして、でちょこっと来てなんだこれはって言ってすぐに出ていく人もいるけど、なんかしばらくいてよくわかんないけど音の響きが好きだったみたいなことを言ってくれる方もいるので、そうでしょうね。必ずしも分かる必要はないっていうか、そこに心地よい空間を提供することはできるんじゃないかな。でそこを入り口にしてまた勉強したいっていう人もいれば、なんかで翻訳で読んでみたいと思う人もいればっていうのは、何かできるんじゃないかなって私ずっと思ってるんです。そうですか。なるほどね。このままですね、勉強したい人の向けのアドバイスっていうところなんですけど、面白い例としては羅生平戦記アニプレックス版だとその DVD にセリフ集っていうか台本がついてるんですよね。素晴らしい。これがすごくて、どんな人が考えたのか分かんないんですけど、よくこんなこと考えたなと思って、でそれがいわゆるその中国語のね勉強に非常に適してるグッズになってると僕は思うんですよね。なんでいいと思います、やっぱり推しの決め台詞とか言ってみたいですもん、自分で。そうでそれがですね羅生平戦記の DVD になんかついてるっぽいんで、ぜひですねこれはね勉強したい人の、入門グッズとしては非常に面白いんじゃないかなと思うんですね。なのでちょっとおすすめしたいと思います。それはいいな。魔導阻止の今SNS でつぶやいてる人とかが見てもちょっとしたフレーズをね原文で書いてたりとかするんですよ。知ってますよね。でそれやっぱり書きたくなるしつぶやきたくなるんですよね。素晴らしい。それが同行しちゃうとね著作権的なあれもあるけど、ワンフレーズとかだったら、原文のなんて言うんだろうな、ちょっとしたシャレみたいなものとかでも翻訳してやっぱり変わってしまうことってあるじゃないですか。そういうの原文で見ることによる新しい発見っていうのも出てくるだろうし、なんだったら魔導阻止で学ぶ中国語講座みたいなのをきちっとやってくださる方がいたら私絶対受講しますよ、有料でも。いや絶対面白いと思いますよ。じゃあシーヤさん、本日は本当ありがとうございました。どうですか、この話、いろいろと、僕もねなかなかいわゆる言語元々の言葉で聞くっていうのに対してあんまりそういう概念なかったんですけど、やっぱお話聞いてやっぱりその作品、BL っていうか今回は話でしたけど、その作品を元々の言語で聞くっていうのは非常に面白い試みで、面白いまた違う感触を受けるっていうのはすごい僕的には新鮮な話だったんですけど、非常に私も勉強になりました。中華 BL っていう世界にまだ片足突っ込めてもいないようなパチャパチャやってるような状態なんで、これから本当にいろいろと、知っていきたいし、どんどん翻訳されてくれって、いろんな展開がされてきたらすごくまたおたかずがはかどるぞってですねいうのは楽しみですね。じゃあ本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。